4月から5月の春の時期に咲く富士の花ですね。こちらの作り方を、ご紹介していきます。それでは作っていきます。まずは藤色の折り紙ですね。こちらを縦半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚を使っていきます。まずはこの折り紙を半分に折ります。折ったら向きを変えてまた半分に折ります。折ったらもう一度折ります。折り筋をつけたら開きます。開いたら向きを戻してこの状態で半分に折ります。半分に折ったら縦に折り筋があると思いますんで、そこをもう一度折ります。このような感じで小さく折りたたみました。次はこれをハサミで切るのですが、切り方は歪んでてもいいので、このように半円を描くように切っていきます。こちらの角の部分ですね。ここについては5ミリほど残します。で、しっかり切る方はこちら上の開く側、ここは、しっかり切ります。残すところの方は、真ん中になります。これを畳んで、ハサミで、歪んでてもいいので切っていってください。切ったら開いて真ん中の折り筋の部分に1センチほどの切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら開きます。開くと4枚重なっている状態になると思いますんで、最後の1枚を開いたらこれを横に半分に折ります。こんな形ですね。そしたらこれをまたハサミで加工していきます。片方はこのような形にしています。船の半分のような感じですね。これを真ん中のへこんでる部分ですね。ここに向けて切っていきます。下の部分はこのように切りました。で、上の方はこの中腹あたりからモンブラン、栗の上の部分を、イメージして切っていってください。上の部分が少し尖るような感じですね。で、これを開きます。開くと同じものが4枚出来上がります。次はこれを折っていきます。真ん中の折り筋を山折りにして、そして横の真ん中の折り筋をこれを谷折りにします。折り筋を変えたら上の広い面の方を90度ほどに立てて、で、下の細い方ですね。ここを指で少しずつ潰していきます。そうすると横の真ん中の折り筋の部分、ここが三角のような形になっていくと思うんで、この三角の部分を3本の指で潰してしまいます。そうするとこのような形のものが出来上がります。これが花の表現になります。富士の花はマメ科の植物なので、ちょっと変わった形の花をしています。これをお好みの枚数ですね、作ってください。お好みの枚数作ったら、今度はこれの軸の方を作っていきます。軸の部分も折り紙を使っていただいてもいいのですが、今回は100円均一などで売ってる色画用紙 B4 サイズですね。横が35センチ、縦の方が25センチになります。こちらの黄緑色の紙を使っていきます。この黄緑色の画用紙の横の35センチの辺、ここを5ミリと1センチで切りました。フリーハンドで切っていただいても大丈夫です。まずはこの5ミリ幅の画用紙、これを半分に折ります。半分に折ったら半分に折った部分をハサミで切ります。切ったらまた半分に折って、そして折った部分をまたハサミで切ります。これをもう一度行います。このように短いものを作ったら、片方の末端ですね。この末端を5ミリか8ミリ程度のところでこのように折ります。折る角度は、急な角度でこのように折ってみてください。あとはこれを先ほど作ったものに貼り付けます。先ほど作った紙の長い方、こちら先端にボンドを塗ります。反対側にも塗ります。塗ったら先ほどの花、上の広い面の方、こちらと先ほど折った部分ですね。これが向きが同じになるようにしてください。そしたらボンドを塗ったところをこちらの船の半分のような形に切ったところの中に差し込んで、そして
1センチの切れ込みを下に入れてると思いますんで、ここに画用紙を挟みます。このような感じで挟んでます。あとはこの軸ですね。長さはお好みで大丈夫です。この状態でボンドで貼り付けてください。はい、こんな感じで、軸を貼り付けました。これをですね、残りのものも同じように貼ってください。他のものも同じように貼り付けたら、今度は1センチ幅に切った画用紙を使っていきます。まずは花の折った部分、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら帯の方に貼っていきます。貼る際は帯のこのまっすぐな辺の部分と、この折った角度ですね、ここが水平になるような状態で、どこの面でもいいので貼ってみてください。ちょっとわかりにくいですが、帯の縦の辺と折った部分がまっすぐに重なるような感じに貼りました。こうすると程よく斜め下を向くような感じになります。ここの角度につきましてはお好みの角度で貼り付けてみてください。あとはこれを貼り付けていくだけです。2つ目を貼る際は1つ目の向きを変えて、その向きを変えると貼り付けやすくなりますので、その状態で貼ってみてください。紙が重なるような感じで貼っていって大丈夫です。2枚目は角度を変えて、向く方向が違うような感じにして工夫してみてください。こんな感じですね。もしも貼る際に紙の方が長ければハサミで切っちゃってください。またはこの調子で上の方に貼っていってください。他のところにも同じように貼り付けました。結構ランダムに貼ってます。帯の上の部分、およそ5センチほど残しています。では今度は葉っぱの方を作っていきます。葉っぱの方は折り紙で作っていきますが、もちろん画用紙の方を使っていただいても大丈夫です。お好みのものを使ってください。まずはこの折り紙を半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。そしたらもう一度半分に折ります。次にこれをハサミで切っていきます。切る形はこのような感じで切ろうかと思います。細長い葉っぱですね。で、片方は塗り代用に少し末端残しています。で、折り紙の切らない部分はおおよそ3センチ程度にしています。ちなみにこちらの辺は、折り紙の真ん中になるようにしています。これをハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、これを開きます。こんな感じのものが4枚できますんで、あとはこれをすべて山折りに直してください。これが葉っぱになります。この紙を合計で5枚か7枚作ってください。合計で8枚作りましたが、今回は7枚使用していきます。そしてまた先ほどの画用紙を細長く切ったものを使います。こちらの画用紙も色画用紙の35センチを1センチ幅で切ったものになります。まずはこの画用紙を半分に折ります。半分に折ったら折れ目の部分をハサミで切ってください。切ったらこれを半分に折ります。半分に折ったらこれに葉っぱを貼っていきます。葉っぱののりしろの部分、この裏の方にボンドを塗ってください。ボンドを塗ったら画用紙の先端の方に貼り付けます。貼り付けたら2枚目も同じところにボンドを塗って、2枚目は1枚目の少し下あたり、真横か少し斜めに貼ります。そしたら3枚目も貼ります。3枚目は2枚目の反対側の方に貼ってください。このような感じでですね、残りの葉っぱも同じようにこのように後ろの方に並べて貼っていきます。残りの葉っぱも貼り付けました。そしたら最後は作った花の上の部分ですね。ここに重ねるように貼り付けていただいてもいいですし、表ではなく裏の方、画用紙を延長するようなイメージで貼っていただいてもいいと思います。これは飾り付けの場所、シチュエーションによって調整していただければと思います。これで完成になります。いかがでしたでしょうか。3本作って横に並べるとこんな感じの見た目になります。富士の花はマメ科の植物なんですが、花の方は1センチから2センチともっとちっちゃいんですけれども、それでもこのサイズで作ってみました。さらにですね、こちらの折り紙を最初に半分に切って半分の折り紙で作ったのですが、この1枚で作ると、このように作ったものよりも4倍ぐらいの大きなサイズになります。
飾り付ける場所や面積、量に合わせて、ちっちゃいものを作るか大きいものを作るか選んでいただければと思います。それでは今回はですね、折り紙と画用紙で簡単に作れる富士の花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。